ガンダムシリーズでは仮面をつけたパイロットと同じように増加装甲などを装着し、正体を隠している機体が登場します。正体を隠している理由は機体によって様々ですが、真の姿を隠して運用される姿にロマンを感じる方も多いのではないでしょうか。そこで今回はガンダムシリーズに登場する偽装機たちを見ていきたいと思います。なお今回紹介する機体は以前実施した偽装機に関するアンケートから選出させていただきました。皆様たくさんのご回答ありがとうございました。詳細が気になる方はぜひコミュニティの方もご覧ください。それでは始めましょう。1、ビルドバーニングガンダム。まずはガンダムビルドファイターズトライに登場したビルドバーニングガンダムです。第7回ガンプラバトル選手権世界大会で優勝した伊織聖がかつての相棒であるレイジのためのチューンを施した機体として作り上げたビルドバーニングガンダム。そこにドムの外装を装着し、第7回世界大会トロフィーの中に秘匿していました。それから7年間も聖宝学園ガンプラバトル部の部室にてトロフィーとともに封印されていましたが、偶然にも神木世界がトロフィー内からドムを見つけます。そして高坂優馬のライトニングガンダムとのバトルで外装が剥がれたことで、中からビルドバーニングが姿を現しました。本機はガンプラの上に別のガンプラの装甲を重ねているものの、非常に高い可動域を誇っており、世界の次元波応流拳法にもしっかり反応していました。なおドムの装甲を装着している様から、ファンの間ではチョガムアーマーに倣ってチョドムアーマーとも呼ばれています。また公式ガンダムチャンネルでは劇場版シードフリーダムの公開前日にドムが登場したビルドファイターズトライの第1話が公開されていたことから、ファンの間では意図的にその話を前日公開したんじゃないかと言われています。2、オーベロン。オーベロンは機動戦士ガンダムバルプルギスに登場した機体です。シロッコがグリプス戦撃後を見据えて設計したモビルスーツでジオのガンダムタイプとされています。設計者のシロッコはグリプス戦撃で死亡しますが、設計図を手に入れたアナハイムエレクトロニクス社が本機を開発しました。しかし開発直後に計画は抹消され、機体は行方不明となります。その後ネオジオン残党によって暗礁中域に漂っていた輸送艦から本機を発見しました。発見直後は全身に理想装甲のチョガムアーマーをまとっており、その姿はまさしく白いジオを感じさせます。そしてシロッコが開発したサイコミュシステムグリモアを搭載したコアポッドを5に装着することで偽装が解除され、真の姿であるオーベロンになりました。ちなみに偽装装甲を装着している理由はガンダムタイプの機体であることを隠す以外に、オーベロンの真の性能オーベロンを封印する意図があるとされています。そのためにジオを模した増加装甲のプロペラントタンクにはグリモアが注入されていて、逆波形のサイコウェーブを発生させることでバイオセンサーの感度を下げるようになっています。3、ファーブニル。ファーブニルは同じく機動戦士ガンダムバルプルギスに登場した機体です。当初はギャプランを模した装甲をまとった偽装形態で登場していました。ファーブニルはプロトタイプダブルゼータガンダムの回収機であるヘッジホッグをベースに純サイコミである青のグリモアを装備した機体です。当初ファーブニルのグリモアはオーベロンと同じく封印されていたので、封印と封印に伴う性能低下を補う意図でギャプランに似た強化パーツが装着されていました。また装甲だけでなく変形機構もギャプランと同系列のものとなっているようです。グリモアを発動するとロックが外れ、強化パーツをパージして原型となったダブルゼータガンダムタイプの姿へと移行します。作中では強化人間のアリーゼ・マテバが登場し、マシロとオーベロンの前に立ちふさがりました。そしてオーベロンがジオの残骸と共鳴した余波で本機のリミッターも解除され、外装をパージしたファーブニルの姿を晒しています。4、マスターガンダム。マスターガンダムは機動武闘伝 G ガンダムに登場した機体です。元は第12回ガンダムファイトにおいて東方腐敗マスターアジアが使用した機体ですが、作中では東方腐敗が狩るマスターガンダムを秘匿するため DG 細胞によってクーロンガンダムを模倣した偽装装甲が装着されていました。ただ
厳密には偽装走行と言っていいのかは定かではありません。クーロンガンダムがマスターガンダムへと変化した経緯に関しては諸説あり、BG 細胞によってクーロンガンダムがマスターガンダムへと変化した説や、東方腐敗がシャッフル同盟に所属していた際に登場していたシャッフルハートと融合させ誕生した説などもあります。本当に増加走行なのか、原理について細かいことを気にしてはいけなさそうです。作中では東京の旧新宿地区で登場。ドモンのシャイニングガンダムと共闘し、デスアーミー軍団を蹴散らすなど活躍を見せました。しかしレインによって東方腐敗の正体が看破されたことで偽装を解除し、マスターガンダムになりました。なおガンダムファイトではサバイバル11のデータを移植した機体への乗り換えは可能とされているため、便宜上は装甲をパージした同一機体ではなく、結晶に際して乗り換えた機体という扱いになっているようです。5. インフィニット・ジャスティス2式。インフィニット・ジャスティス2式は機動戦士ガンダムシードフリーダムの後半で登場した機体です。また外装を装着したズゴックはターミナルに出港したアスランの登場機で、インフィニット・ジャスティス2式を取得するための偽装機となっています。偽装している理由は明かされていませんが、アスランがターミナルとして秘密裏に任務を行う際に搭乗者の素性を隠すために偽装装甲を装着していると考えられます。偽装用の装甲でありながら非常に堅牢で、ブラックナイトスコードシバーの単身砲による攻撃で串刺しにされても中身のジャスティスは無傷でした。作中ではアグネスにとどめを刺されそうになったキラを救うためにシャアがクレを思わせる BGM をバックに登場します。以降はラクス救出のためにアルテミス要塞へ侵入したりと奮闘しました。最終戦では彼らとシバーに追い詰められてフェーズシフトダウンを起こしたストライクフリーダム2式の前に降り立ち、シバーの単身砲からフリーダムを身を挺してかばいます。そして単身砲によって装甲が剥がれ落ちた後に大爆発を起こし、中からジャスティスが現れました。なお頭部の角や足裏など装甲をまとえない部分からはジャスティス2式が露出しているため、ズゴックの活躍シーンをしっかり見ると気づくことができるようになっていますが、事前情報なしで初見でズゴックを見て中身がジャスティスだと気づける人はそうそういないのではないでしょうか。6. ガンダムバーチェ。ガンダムバーチェは機動戦士ガンダム00にて登場した対戦や要塞攻略戦を想定して開発されたモビルスーツです。本機の装甲は重武装モビルスーツとして立ち回るための防御力向上とガンダムなどを取得するための偽装装甲という2つの役割を兼ねています。全身の増加装甲をパージして真の姿を見せるガンダムなどでにはトライアルシステムが搭載されています。これはベーダとリンクした機体を全て制御下に置くことで組織を裏切ったガンダムと戦うことを想定したシステムです。そのため組織内でもナドレの存在を知る者はごくわずかで、本機の偽装装甲は敵だけでなく味方にもその存在を秘匿する意図があったと考えられます。作中では人類革新連盟によるガンダム捕獲作戦で罠にはまり露獲されそうになった際に外装をパージすることでナドレの姿を初めて晒しました。他にはガンダムマイスターとしてふさわしくないと判断したスローネを排除するために外装をパージしてトライアルシステムを発動しています。なお国連軍のフォーリンエンジェル作戦にてバーチェの装甲が破壊された際には装甲を全て外してナドレのまま出撃していました。7. レッドフレームマーズジャケット。マーズジャケットはディスティニーアストレイおよびデルタアストレイに登場するレッドフレームの強化換装形態です。ザフトのニューミレニアムシリーズのような見た目をしているのが特徴となっています。本形態はレッドフレームを火星で運用するにあたって開発されました。そのため本機の装甲は偽装用というよりも火星で運用するための工夫が多く施された強化装甲となっています。まず火星の重力に対応するため各部のスラスターが大型化高出力化されました。これにより追加装甲で重量が増しているにもかかわらず高い機動力を誇ります。また重装甲化によって防御力が大きく向上しており、大気圏突入にも耐える堅牢さを見せていました。なお戦闘中に装甲を全解除することで元の高い機動力と戦闘力を活かせるようになります。そのため本機は防御力の高い重装甲形態と
身軽な機動力特化の形態を使い分けるモビルスーツとしても運用可能です。作中では、ローが本形態を開発しますが、ユニウス7落下の破片除去作業の際に、ディアゴ・ローベルが本機に登場して地球へ降下し、そのまま運用されていきました。レッドフレームがローに変換された後は、シビリアン・アストレイ、JG カスタムへと付け替えられ、引き続きディアゴによって運用されます。モビルスーツパイロットとしては、未熟なディアゴが運用しているため、どちらかといえばピンチに陥った際に装甲をパージする場面が多く見られました。8. ガンダムエイジ2マグナム、偽装ダークハウンド。偽装ダークハウンドはガンダム、ビルドダイバーズにて登場しました。本機は GBN において最強のダイバーとされる九条京也が自身の正体を隠して活動するために、愛機のエイジ2マグナムにアウターパーツを装着した形態となっています。デザイナーの海老川氏によると、偽装ダークハウンドの頭部はマスターグレードのものを使用しているため、ハイグレードより一回り大きいようです。また、ダークハウンド色に塗装されているため、わかりにくいですが、よく見ると、武装以外のデザインは本物と比べてかなり異なっています。作中では、ポイントを横取りしようと連戦ミッションに乱入するマスダイバーたちを調査するために、仮面をつけて素性を隠した京也と共に登場しました。京也は陸たちと合流し、共に連戦ミッションに参加しますが、終盤にマスダイバーが乱入し、交戦することになります。そこへ、システムの異常により凶暴化したデビルガンダムが出現。ガンダムヘッドによる無差別の攻撃が始まりました。危うく、サラとモモカも巻き込まれそうになりますが、京也がダークハウンドで身を挺して2人を守ります。そして、機体が爆炎に包まれたことで装甲が剥がれ落ち、秘匿されていたエイジ2マグナムが現れました。なお、京也本人は目立ちすぎるという理由で仮面をつけていましたが、ユッキーからは仮面も十分目立つとツッコミを受けています。9. ガンプ。ガンプは漫画クロスボーンガンダムスカルハート、クロスボーンガンダムラブ&ピース、ビクトリーガンダムプロジェクトエクソダスに登場する機体です。原型機はジュドーが登場していたダブルゼータガンダムと考えられます。ただし、公式では明言されていないので注意が必要です。本機の見た目が原型機とかなり異なっているのは、60年以上にわたって回収し続けたことが要因とされています。ガンプが登場した宇宙世紀王150倍は、ダブルゼータが開発された0089頃と、モビルスーツの規格が大きく異なるため、本機と合うパーツがほとんどないとされています。そのため、機体を回収するのに並々ならぬ工夫が施されており、例えば、フロントアーマーは、ドーベンウルフのかかとを利用して修復されていました。そんなガンプの姿の変遷は、様々な作品で描かれています。まず、宇宙世紀103年にあたるクロスボーンガンダムラブ&ピースでは、頭部以外のパーツはほぼ変わっていないように見られます。しかし、カラスの狩るモナームとの戦闘で左腕を損傷したため、スカルハートでは、ペンチのようなマニピュレーターに換装されました。しかし、天草との戦闘で右足を失ったため、プロジェクトエクソダスでは、マシンガンを内蔵した義足に換装されています。また、右腕のダブルビームライフルも喪失し、代わりにバズーカを装備していました。本作では、宇宙世紀王153のザンスカール帝国からの襲撃を受けて参戦。そして、ハイメガキャノンを発射する際に頭部がパージされて、ダブルゼータの頭部が出現しました。しかし、60年近く運用し続けていたため、機体は限界を迎えていて、ハイメガキャノンを撃った直後に、機体が爆散しています。10. B ガンダム。続いて、スカルハートに収録された、バカがボールでやってくる。に登場した B ガンダムです。見たまんまの、ボールの前面に、ガンダムの頭部を模した装甲をつけただけです。装甲をただつけただけで、一切の性能強化は見込めず、むしろ、ボール前面に、ガンダムの顔を装着したことで、視認性が低下してしまいました。とはいえ、本機はあくまで、ジオン側がガンダムに対して抱いていた恐怖心を突くために製作された機体となっています。また、パイロットにとっても、ただのボールで出撃するのではなく、ガンダムの名声にあやかった機体に登場することで気持ちを奮い立たせる意図もあったようです。作中では、後にクロスボーンヴァンガードに所属するウモンサモンが登場し、6機のドムを撃墜する活躍を見せました。なお、
6機目のドムとの戦闘の際には、ガンダム側の装甲をパージして、敵機にぶつけることで戦闘に勝利しています。11、ゲムカモフ。ここからは、パージを前提としない偽装機についてです。ゲムカモフは、機動戦士ガンダム、モビルスーツ、イグルー603に登場した機体です。パッと見は、通常のジムに見えますが、名前の由来は、ゲムカモフ。連邦側にジムだと誤認させるために、ジオンが開発したモビルスーツなので、いわゆる偽ジムということになります。安直な発想にも思えますが、宇宙世紀では、ミノフスキー粒子散布下において、レーダー等が使用できなくなるため、有視界での戦闘が求められます。そのため、視界面の偽装工作は、非常に理にかなっており、本機も、戦闘において、高い誤認率を誇っていました。しかし、ジオン製のモビルスーツに比べてパーツが小さいジムに似せるためには、各部の装甲を大幅に削減する必要があったため、本機の対弾性能は非常に低くなってしまいました。また、よく見ると、背部のランドセルからは、ザクのようなパイプが伸びていたり、各部の装甲はボルトで締められていたりと、かなり強引に組み上げられているのが見て取れます。作中では、擬態の高さから、連邦軍の船を撃沈することに成功しますが、擬態性が高すぎたためか、友軍の無罪にもジムと誤認されてしまい、撃破されてしまっています。12、ガーベラテトラ。ガーベラテトラは、機動戦士ガンダム0083に登場する機体です。パッと見はジオン系モビルスーツに見えますが、元はガンダム試作4号機ガーベラを改修した機体となります。もともと試作4号機は試作1号機とコンセプトが重複していたため開発が中断され、ガンダム開発計画から外されました。しかし今後のモビルスーツ開発の布石も兼ねてスペックを確認するための試験機として製作されます。その後シーマ艦隊に裏取引で譲渡するため完成していた機体フレームに偽装のためのジオン系曲線の装甲と推進エンジンを再配置。ガーベラテトラとして生まれ変わりました。なお、0083のブルーレイに収録されたピクチャードラマ宇宙のかげろうにでは、ロールアウト直後のガーベラテトラが描かれています。本作にて、完成直後はガンダムらしいツインアイと V 字アンテナがついていたものの、譲渡後にシーマ艦隊によって物合いへの改修などが行われたと判明しました。13、ガンダムビダール。ビダールは、鉄血のオルフェンズに登場した機体です。本機は、グリムゲルデとの戦闘で、大破したキマリストリューパーをアリアンロッド艦隊が回収し、オーバーホールを行った機体となっています。キマリスの姿のまま機体を回収しなかった理由としては、マクギリスが、なぜ改革を進めるのかを確かめるために、ガエリオは、正体を隠し行動する必要があったからとされていました。そのため、本機は、原型機がキマリスとはわからないほど大幅な改修が施されています。また、鉄血のオルフェンズの世界では、リアクターが発するエイハグウェーブの固有周波数で機体が特定されてしまうため、周波数を偽装するための偽装用エイハブリアクターも搭載されました。しかし、機体のコンセプト自体は非常に似ており、高い機動力を生かした突進攻撃を得意としています。作中では、ガエリオがマクギリスの真意を確かめ、元の姿に戻る決意をした際に、偽装の役目を終え、アリアンロッド艦隊に帰投後、キマリス・ビダールへと換装されました。14、パーフェクトガンダム、サンダーボルト版。パーフェクトガンダムは、漫画、機動戦士ガンダム、サンダーボルトに登場する機体となります。見た目はトリコロールカラーも相まって、RX78 ガンダムそのものですが、要所から、ザクの動力パイプが露出していることからわかるように、サイコザクマーク2に、ガンダムの外装を取り付けた機体です。本機は、ただ見た目を似せるだけの偽装にとどまらず、外装を取り付けたことによって、走行強度は 200%、推力は 150%、逆部スラスターの反応速度は 30% も向上しました。作中では、ダリルたちによるルナ2侵入の際に初登場します。ダリルの新たな登場機であるサイコザクマーク2は、原型機が陸戦型のザック 2J 型だったため、宇宙用の装備に換装する必要がありました。そこで、クライバー将軍が一年戦争時にサンダーボルト中域で手に入れ、戦後も自身の研究機関で再生を行っていたフルアーマーガンダムの装甲をサイコザクマーク2に装着することを提案。そして、
クライバー将軍が有していた宇宙要塞へと侵入し、再生中だったガンダムのパーツを入手します。その後、ガンダムの姿へと換装し、連邦軍との戦いを繰り広げています。ということで以上、偽装機14選でした。偽装機と一言で言っても、パージを前提にした偽装と、パージを考えていない偽装の大きく2種類に分かれているのがわかります。その中でも、真の姿を秘匿するためのもの、パワーアップを目的としたもの、機体への愛着ゆえに長年にわたって行われた改修など、目的は様々です。また、ビルドシリーズでは、機体の秘匿だけでなく、ビルダーとしてのロマンを兼ねた偽装も見られました。自分の好きを詰め込めるガンプラならではの理由と言えるでしょう。皆様は、どんな偽装機が好きですか？ぜひコメント欄で教えてもらえたら嬉しいです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければ、もう一本、動画を見ていただけたら、とても嬉しいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。